皆さんこんにちは、五戸美希です。3週連続ボイトレ講座の第3回です。ラストですね。はい、1回目2回目はちょっと鼻声で失礼いたしました。取り直す時間がなくて、はい、すいません。ちょっと第3回の方は元の声で取り直しております。はい、それではこの第3回のテーマをご紹介します。こちら、脳トレです。ボイトレで脳トレって感じですけれども、はい、ご説明しますと、前回までお腹から声を出すをテーマにお届けしてきまして、で今日ご紹介する脳トレも同じように腹式呼吸でやっていきますので、よりお腹から声を出すが定着するようにという目的が一つですね。それから言いづらい言葉、難しい言葉って力みやすいですね。表情筋がこわばりやすいし、口を大きく開けたくなる、それでより滑舌が悪くなるということが起こりますので、難しい言葉、言いづらい言葉の時も力みをとって口を大きく開けないようにしっかりお腹使って発声していくと、でそうすることで滑舌も良くなりますし、響く声も狙えるということで、難しい言葉、言いづらい言葉を言うというのは脳トレでもありますので、今日のテーマ脳トレとしています。皆さんはありますか？言いづらかった言葉、言えなかった言葉。私はあります。もう特に局アナの時はですね、お知らせですという言葉何回も出てくるんですけれども、押し立て、言えない、押し立て、言えないみたいな、ね、感じで言えなかった。あとはお聞きください、ここで一曲お聞きください。ラジオだと何回も出てくるフレーズですけれども、これがね、もう言えない、ごめんなさい、もう一回みたいなことありましたね。お聞くってね、無声が2つか続くので難しかったんですけれども、無声化っていう話はまた今度しますね。はい、お知らせですに関してはしらせって続くのが難しいというね。あとはそうですね、他のアナウンサーの方だと重症者とかアイルランドとかね、アンリルネルノルマンとかよく早口言葉で出てきますけれども、これね、本当もうシビアな話をしている時に噛んでしまうと笑えないので、言いづらかった言葉とかはね、やっぱりクリアに言えるといいですよね。ということで今日ぜひね、皆さんコメントください。はい、お待ちしております。はい、ということで脳トレ入っていきましょう。今日ご紹介するのはこちら、組み合わせ練習です。組み合わせ練習、まずは作業とラ行の組み合わせ練習をご紹介します。これどういうことかと言いますと、さしすせそとラリルレロの組み合わせ。まずはラリルレロにさを全部くっつけます。さらさりさるされさろ。次はラリルレロにしを全部くっつけます。しらしりしるしれしろ。次はすをくっつけます。すらすりするすれすろ。今度はせをくっつけます。せらせりせるせれせろ。最後はそをくっつけてそらそりそるそれそろ。はい、ABC と123の組み合わせ、数学でありますよね。それのひらがなバージョン、はい、そんな風に思っていただければと思います。でこれ逆もしかりで、さしすせそにらを全部くっつけてらさらしらすらせらそ。りを全部くっつけてリサリシリスリセリソ。ルを全部くっつけてルサルシルスルセルソ。レを全部くっつけてレサレシレスレセレソ。ラリルレまで来ましたか。ロを全部くっつけてロサロシロスロセロソと。はい、これでサシスセソとラリルレロが組み合わさった時の組み合わせ全部練習できる、そんなおすすめの脳トレ兼ボイトレになっております。これは初めはできない私初めは本当できなかった。何回も練習してできるようになりましたけれども、できなくて大丈夫。まずは脳トレだと思っていただいて、最初張って喋らなくても腹式呼吸でちょっと一回忘れていただいて、ボソボソつぶやくだけで大丈夫です。さらさりさるされさる、こんな感じでつぶやくだけで大丈夫で、おすすめとしてはつぶやいて練習する時も区切らないですね。さらさりさるされサロっていう風に区切ってしまうと息を長く使う練習ができない。実際にこうやって喋る時って息を長く使って喋りますよね。あとは専門的に言うと超音結合と言いまして、言葉のつながっていることって重要なんですね。なのでサラサリサルサレっていう風に練習しないで、ボソボソ練習する時もサラサリサルサレサロシラシリ、こんな風につなげて練習するのはとてもおすすめですね。でボソボソ言ってできるようになったら腹式呼吸も意識してやってみてください。ポイントはいつもお伝えしていますけれども、口を大きく開けない、そして声を高くしないですね。
ではですね、さらさり、作業とら行の組み合わせの他にもおすすめあるのでご紹介します。座行とら行、これも言いづらい。座とら両方舌が忙しくなりますね。これ力んでしまうと発音できなくなりますので、ざらざり、らざらじ、これもおすすめなのと、あとはだ行とら行、これ両方舌がこう降りる、下に降りてこう発音するものですね。これ大きく動かすと言えなくなりますから、いかに細かく動かすか。だらだり、それかららだらじ、これいいおすすめでございます。それからら行とら行、これもおすすめですね。これはら行とら行だかららららりらるっていう風になるのと、あと最後ま行とば行、唇が忙しくなります。まばまびまぶ、はい、これもとってもおすすめですね。ではちょっと一呼吸挟んで実践いきましょう。スピーチトレーニング。それでは実践やっていきましょう。私の声に合わせてぜひやってみてください。一気にいきますのでね、頑張ってついてきてください。できなくても最初ね、大丈夫ですので。じゃあ腹式呼吸からいきましょう。まず吐きながらお腹をへこませます。吐いて吐いて吐いて、吸うときお腹を元に戻します。では最初、作業とら行の組み合わせ、さらさり、せーの。さらさりさるされさろ、しらしりしるしれしろ、すらすりするすれすろ、せらせりせるせれせろ、そらそりそるそれそろ。反対、らさらしらすらせらそ、りさりしりすりせりそ、るさるしるするせるそ、れされしれすれせれそ、ろさろしろすろせろそ。次は座行とら行です。ざらざり、せーの。ざらざりざるざれざろ、じらじりじるじれじろ、ずらずりずるずれずろ、ぜらぜりぜるぜれぜろ、ぞらぞりぞるぞれぞろ。反対、らざらじらずらぜらぞ、りざりじりずりぜりぞ、るざるじるずるぜるぞ、れざれじれずれぜれぞ、ろざろじろずろぜろぞ。次はだ行とら行でいきましょう。だらだり、せーの。だらだりだるだれだろ、じらじりじるじれじろ、ずらずりずるずれずろ、でらでりでるでれでろ、どらどりどるどれどろ。反対、らだらじらずらでらど、りだりじりずりでりど、るだるじるずるでるど、れだれじれずれでれど、ろだろじろずろでろど。次はら行とら行です。らららり、せーの。らららりらるられらろ、りらりりりるりれりろ、るらるりるるるれるろ、れられりれるれれれろ、ろらろりろるろれろろ。最後、ま行とば行です。まばまび、せーの。まばまびまぶまべまぼ、みばみびみぶみべみぼ、むばむびむぶむべむぼ、めばめびめぶめべめぼ、もばもびもぶもべもぼ。反対、ばまばみばむばめばも、びまびみびむびめびも、ぶまぶみぶむぶめぶも、べまべみべむべめべも、ぼまぼみぼむぼめぼも。お疲れ様でした。繰り返しになりますけれども、最初からできなくて大丈夫なので、これできるようになったから声がすぐ良くなるというものでもないですし、できなきゃいけないというものでもプロを目指す方はね、できるに越したことないですけれども、はい、プロを目指すっていうわけじゃなければできなくても全然大丈夫。こういう脳トレ、書いてあるものを声に出すっていうのってすごいいろんな神経を使うので、それに慣れていくっていうのがいい練習になりますし、言いづらい言葉の組み合わせって大体決まっているので、はい、このぐらいの組み合わせ練習で問題なく発声できれば滑舌っていうのもクリアになるし、悩みとかも改善されるかなと思います。はい、レッスンでも脳トレやりますし、他にもたくさんの私のオリジナルボイトレいろいろ用意しておりまして、対面のレッスンの時とかはよくやりますね。でもちょっとね、いろいろ論文で発表したいなみたいな夢もありまして、詳しくご紹介するのはちょっと割愛させていただきますけれども、はい、そうですね。私自身が本当にもう声に関しては悩みがあっても全然うまくいかない、もう声を出すのが苦しい、マイクのスイッチを入れるともう首を絞められてるみたいな感覚がしちゃうみたいなのがあったんですけれども、今こうやって楽に発声できるようになっておりますので、今悩みがある方も必ず解消できると思っていただけるといいかなと思います。スピーチトレーニング。
ということで、五戸美希のスピーチトレーニング、話し方、スピーチ、プレゼン、そしてボイトレもやっております。メルマガを配信しておりまして、毎週金曜日にメルマガ限定、メルマガの読者限定のラジオ、話し方解説のラジオも配信しておりますので、ぜひご登録ください。それから個別レッスンもありますし、動画教材もありますし、オンラインサロンもやっております。オンラインサロンの方では毎週グループレッスンをオンラインでやっていますので、全国どこでも世界中どこでも参加できますので、ぜひご検討ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。